バイト先で親睦会を開くことになった。そのため、当日、居酒屋は休業ということになった。会費は1人2000円。夕方に集まって、どこかで食事でもして、少しはお酒を飲んでもいいことになっていた。主催も幹事も、店長代理の山岸さんが、やることになっていた。まだ、店に来て日の新しい山岸さんが、バイト皆を集めて、親睦会を主催する。バイトの中には、そういうことに、あまりいい顔をしないやつや、少し、ひねくれたやつだっている。そういう連中と親睦会なんて、正社員の辛いところかもしれない。俺も、あまりいい顔をしないやつの、一人だった。山岸さんは、何事も、マニュアル通りというのが、好きな人だ。山岸さんは、よくバイトに言う。マニュアルに、そんな風に書いてある。違うでしょ。俺はそういうのが、どうも苦手だ。でも、親睦会当日の山岸さんは、いつもと違った。皆に何が食べたいか、何が飲みたいか、それぞれ聞いて、いろいろと注文したり、乾杯の温度をとったり、始まりの挨拶も山岸さんがした。今日は皆さん、お集まりいただいて、ありがとうございます。今日は仕事じゃありません。食べたいものを食べて、飲みたいものを飲んで、みんなで言いたいことを言って、それだけです。どうぞ、よろしくお願いします。その日の山岸さんは、皆のことを気にかけている。大事に思っている。そんな感じがした。いつもより腰の低い。山岸さんの態度は、どこか好感が持てた。そんな山岸さんに気を許した。バイトのメンバーの一人が言った。山岸さんが来てから、時々、マニュアル、見るようになったけど、あれ、よく読んでみると、確かに、書いてあることは、
その通りなんだけど。実際に、やるとなると、ちょっと大変ですよね。他のメンバーが横から口を出した。俺はかなり大変だと思う。メンバーの一人が続けた。少しくらいは。マニュアル通りじゃなくても大丈夫なんじゃないですか。しかし、山岸さんは言った。気の毒だけど、そうはいかないな。マニュアルっていうのは、会社の方針なんだ。バイトとはいえ、仕事なんだから。会社の方針には従うべきだろ。他のバイトの誰かが、山岸さんに言った。会社員って大変ですか？バイトは皆、どこかの大学生だ。だから、あと、何年かしたら、どこかに就職しなければならない。就職したら、自分たちはどうなるのか。皆、不安だった。まあ、大変だね。でも、仕方がないよ。と、山岸さんは言った。山岸さんは分かっていた。バイトたちは皆、自分が将来、世の中に出たとき、どうなるのか、不安を感じている。もしかしたら、山岸さん自身が、かつては、そうだったのかもしれない。山岸さんは言った。人には必要なものがある。例えば、家族の健康、安全、生活の安定、生活の糧。人には必要なものだ。皆それを望む。そして決して、それを諦めることはできないんだ。でも、それを手に入れるためには、やらなければならないことがある。仕事をしなければならない。皆、仕事をする。誰かが言った。嫌になること、ありませんか？そりゃ、あるさ。嫌になることだってある。逃げ出したくなることだってある。でも結局、逃げ場なんてどこにもない。だから、頑張るしかないな。山岸さんは、俺たちバイトを、安心させるようなことは、言わなかった。でも、自分の思いを、正直に俺たちに伝えてくれた。それは山岸さんの、俺たちバイトに対する、思いやりだったのかもしれない。
山岸さんは言った。会社っていうのはね、権力の一部分なんだよ。世の中には権力というものがある。権力はルールを作り、規制をかけて人々を従わせる。つまり人々から自由を奪う。でも権力がなければ、世の中は混沌としてしまう。盗み、強盗、人殺し、何が起こっても、どんな残酷なことが行われても、それは自由ということになったら、地獄のような世の中になってしまう。権力は多くの人々を混沌から守っているんだ。混沌から守られること。つまり身の安全は一つの自由だ。つまり権力は人々からある種の自由を奪うのと同時に、人々にある種の自由を保障する。そういうものだよ。そして多くの人間がそれを支持している。だからこそ、それは権力になりうるんだ。でも、それを支持する人々がいる一方で、そこからはみ出る人間もいる。はみ出た人間は、権力に逆らいたいと思っている。それはこの世の中に、見切りをつけるってことだ。俺は気がついた。今、山岸さんが言ったのは、川上さんのことだった。山岸さんは言った。俺には、そんなことはできない。そんなことは、しない方がいい。山岸さんは、そう言った。いいところだってあるさ。世の中は平和だし、街は安全だ。物やサービスも溢れている。どこに行っても。冷暖房を完備しているし。公衆トイレには、ウォシュレットもついている。この世の中は快適だ。俺はそのことに異論はないよ。俺は思った。それは反感ではなかった。店長代理の言ったことは確かに正しかった。でも俺は山岸さんの言い分に抵抗したかった。どこかが違う。そう思いたかった。そういえば、大学の先生が、こんなことを言っていた。自由を阻害する大きなものの一つに、
権力があります。昔から権力は、人々の自由を奪ってきました。多くの争いがありました。多くの搾取がありました。多くの血が流され、多くの悲しみがありました。自由を求めるということは、命を懸けるということです。殺し合い、奪い合い。様々な権力が世の中を支配し、また新たな権力が次々と生まれました。立場の弱い者に対する、立場の強い者の搾取が起こりました。やがて我々人類は、民主主義、言論の自由という権力を手に入れます。我々は豊かになりました。今、我々の周りには、物が溢れています。その親睦会で、山岸さんという人のことも少し分かった。そして、みんな、よく食べて、よく飲んだ。その日の会費は、一人2000円だったけど、多分全然足りなかったと思う。山岸さんは何も言わなかったけど、足りなかった分は山岸さんが自腹を切ったんだと思う。再生リスト10に続きます。